販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。ここによく切ろうとしてここに当たっちゃうとやっぱでちょっと高めっていうよりもこれがいい。今のこれ。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、ダブルスの下回転サーブの出し方について解説していこうと思います。これはですね、ダブルスで下回転のサーブを出したとき、相手に打たれてしまう。相手に打ち込まれてパートナーに迷惑がかかってしまった経験、皆さんありませんでしょうか？今日はですね、相手に打たれないように、できるだけ打たれないようにする下回転サーブの出し方を解説しようと思います。はい、まず一つ目のポイントはですね、まずはですね、下回転サーブを大事なのは、短く出すことが非常に重要になります。やっぱりサーブを出すときに、下回転を出すときに、どうしてもサーブを出す、ダブルスのサーブだと、台からサーブが出てしまうと、打たれてしまいます。やっぱサーブを、下回転を、こうやって今みたいに、台から出ちゃいました。あれはいくら下回転がかかってたりとか、いいフォームで、分かりづらいフォームで出しても、台から出ちゃったら結構もう強くしちゃうと打たれちゃいます。なので、ダブルスで一番大事なのは、正直言うと、この回転量っていうよりも、短くするってことがとても大事になります。だから2バウンド以内で打たれないようにさせるっていうのがダブルスで一番大事になります。なので、サーブを出すときに、こういう感じ。なので、サーブを出すときに、こういう感じ。今これ、すごく理想ですね。2バウンドで短く止まりました。これです。このサーブが出れば、相手がドーンと打ちにくい、感じにはなります。なので皆さん、よくこの時に意識してほしいです。下回転だからって切ろうとしちゃうんですよね。切ろうとするとやっぱ出ちゃう。長くなって打たれちゃうってなるので、下回転サーブはもう切るのは後回し。でまずは短くすることだけ。だからあんま切る意識いらないです。本当にちょっと下回転が少し入っていれば OK です。で、短くやる時のコツなんですけど、サーブを短くするには、第1バウンドをできる限り、このテーブルのネット、白いラインというよりは、ちょっとこっちの第1バウンドをネット寄りの方に持ってくるような意識でやると、こうやって短くしやすくなります。やっぱ長くなっちゃう。上級者の方はここに当てて短くできるんですけど、ただ、ここによく切ろうとしてここに当たっちゃうと、やっぱ、切れるんですけど、台から出て打たれちゃうっていうのになるので、第1バウンドちょっとこっちの方ですね、こっちのネット際のネット側の方に第1バウンドを持っていくようにすると、トンと短くなりやすいですね。はい。持っていくようにすると、トンと短くなりやすいですね。はい。はい。で、今度、2つ目ですね。2つ目の下回転サーブ。さっきは短くするってことをやったんですけど、次、2つ目のポイントは、今度はですね、短さの中に低さを出すっていうことですね。これもめちゃくちゃ大事です。やはりサーブを出そうとして、短く出そうとして、やっぱ今みたいに高くなってしまう。今みたいにバウンドがちょっと高くなっちゃう。と、やっぱ相手に打たれたり、フリック、チキータとかもやりやすいですし、強めにレシーブの打球が強くなります。ですけど、低く鋭く滑るような下回転が出せたら、相手が下から掘るような感じのレシーブになるので、チキータも一発じゃなくてつなぎ系になったりとか、してくれる可能性があります。なので、どっちかというと、こういう下回転っていうよりも、今みたいにちょっと高めっていうよりも、これがいい。今の、
これ低く短い。なのでどっちかというとこういう下回転っていうよりも今みたいにちょっと高めっていうよりもこれがいい。今のこれ低く短い。これで打たれにくくなります。はい。こう低く短くやることがポイントになります。これ低く短く。はい。こうすればね、上から打たれることがしづらくなるので、低いんで短く止まるんで、やっぱ強く打ちづらいので、台上ドライブというよりはチキータ系になってくれたり、してくれやすいです。この時どうやってこう低く鋭く低い軌道でこう打たれにくく、レシーブを強く打たれにくくする、秘訣はですね、サーブの時にこの下回転を出した時に実はですね、この当たった時にサーブ当たった瞬間このままこういうちょっとわざと行き切るようなイメージで出してみてください。よくダブルスの名手の方が結構ダブルスの試合の時のサーブって結構シングルスは結構戻らなくちゃいけないのでサーブを出したらすぐ次3球目自分で待つんですけど、ダブルスって結構次サーブ出した後まだ次パートナーが打つのでちょっと時間の余裕があります。自分が次打つまでは。なので下回転を出した時結構皆さんダブルスの上手い人はサーブ出す時にこういうサーブじゃなくてどちらかというとこういうサーブが多いんじゃないですかね。はい。どちらかというとこういうサーブですね。低くサーブ。どちらかというとこういうサーブですね。低くサーブ。なんでこう低くなるかっていうと、イメージがですね、この中でピッて止めると高く浮いたりとか切れるんですけど、浮いたりとかして不安定になるので、どっちかというと当たった瞬間にそのままちょっとこう丁寧にここまでこうフォロースルーを送る。そうするとですね、こう滑りやすい下回転が出せます。はい。でこれ下回転でこういう感じです。はいはい。こういうふうに振るとなんか軌道がちょっと結構イメージが当たった瞬間の位置がちょっと低くなりやすい感じがします。はい。例えば通常のサーブがちょっと高い位置で当たるとやっぱ高くなりやすいです。台からも出やすい、切れるんですけど、でもこれだと打たれちゃうしバウンドが高いのでいろんなことされちゃうんですけど、それも当たる位置がやっぱ低い方がいいんですよね。サーブ出す時できるだけ低い位置で当たった方が低い位置で当たった方が低いサーブ、高い位置で当たったら高いサーブになりやすいので、なので要するに低いところで当てるように意識する。そうすると低い時をこう意識で、この低い時を意識してる時にちょっとこう当たった瞬間にこう運ぶようなイメージ、丁寧に運ぶ、慎重、そうするとビターッとした短いサーブが出ます。でこの当たる時に低くするとき、どうしてもならないときは膝を使うとより膝を当たる瞬間に膝を使うってやると当たり位置をさらに低くすることができます。もう今低すぎてネットにかかっちゃったんですけど、もう膝をちょっと使うともういい感じで低くなります。さらに、はい。だ丁寧に大きく丁寧に低く低空飛行で運ぶようなイメージで膝を使って丁寧に大きく丁寧に低く低空飛行で運ぶようなイメージで膝を使って丁寧に大きく丁寧に低空飛行で運ぶようなイメージで膝を使って大きく丁寧に低空飛行で運ぶようなイメージで膝を使ってで、あとは他に3つ目はですね、あとは姿勢をちゃんとサーブ時に低く構えるといいかなと思います。
姿勢、サーブ時、やっぱ姿勢が高いと、やっぱこう、上から叩きやすくなっちゃうので、長くなっちゃう。高いってなりやすいので、サーブ、トップ選手もそうですけど、皆さんサーブ、前人の皆さん、サーブ構えてる時やっぱこう、もうなんかすごそうにこう、低く構えるじゃないですか。もう、なのでこう低く構えるってことが大事ですね。低く構える。で、低く構えて重心が低い位置にある。この状態からサーブ出すとやっぱ当てる位置もやっぱ、この状態からサーブ出すとやっぱ当てる位置もやっぱ低くなるので、自然とこう低いサーブが出やすくなるという感じですね。はい。なので、姿勢もちゃんと低くしてもらうと、よりこう、低く鋭く滑るような、打たれにくい下回転サーブが出せるようになりやすいです。はい。はい。あとですね、自分が気になったあと4つ目なんですけど、この時にやっぱダブルス用の下回転ってことで、こう、姿勢を低くするって言ったんですけど、で、インパクトの時に、あんま回転はいらないって言いました。下回転を強くする必要はないって言ったんですけど、どちらかというともう本当に手首を使っちゃうと、今うまくいったんですけど、手首使っちゃってやっぱ、出ちゃったり、バウンドが上がったりしちゃうんですよね。回転量は多いんですけど、切れるんですけど、ダブルスだとやっぱ打たれちゃうんで、なので、手首を使うっていうよりはもう手首は使わない。前腕を固定した状態で下回転サーブを出してもらうと、非常に安定した軌道で、緊張した場面でも出せるっていうのが魅力ですね。手首重視の方ですと緊張しちゃったりとかするとやっぱ打たれない相手構える。やっぱ緊張感あるんですよね、ダブルスの試合って。さーって構えた時も相手がもうあっちで待ってる。もういるとこに打たなくちゃいけないっていうプレッシャー変わります。やっぱシングルスだとやっぱサーブの時って有利っていうイメージがありますけど、これダブルスだとやっぱサーブ側って結構やっぱもうコートもう限られてるんで、もうプレッシャーしかないんですよね。結構相手の人に打たれないかな、打たれちゃわないかなとか、パートナーの人に迷惑かかんないかな、って手首使いながら切ろうとすると、ブレて浮いたりとか、サーブミスとか、で、よりサーブミスして、より萎縮するっていう。で、サーブがもうナックルしか出せなくなったりとかするという状態になっちゃうので、もう本当に、そういう意味も込めて、やっぱ、ダブルス用のサーブはどっちかというと前腕、手首は使わないで前腕だけで切るっていう感じ。まあ、そんな切らなくていいんですけどね。肘から先の前腕でスイングしてインパクトしてもらうと、いい感じに、緊張しても手首がぶれないから、緊張してもこう、低めに送ることができるんですよね。ここから先、前腕から先で出すことができれば。だからここから先の前腕で下回転を出すコントロールをちょっとダブルス用にやってみてください。はい。で、短く低く。回転量じゃない。短さと低さを意識する。はい。そういうことで、これで、下回転、ダブルス専用の下回転サーブの出し方について解説しました。まあ、今回サーブエースが取れるとか、そういう感じのものではないんですけど、やっぱダブルスはやっぱサーブが打たれてしまう。下回転サーブが打たれるっていうのがやっぱ結構致命的になりやすいので、今現代卓球でやっぱ台上ドライブ、チキータなどいっぱいあるので、やっぱそうやって思うとですね、こうやってやっぱ低めに短く止まる下回転サーブはやっぱあった方がいいのかなと思います。はい。で、あとパートナーが打ちやすいです。3球目がすごく。その後、そんなに横回転かけるとやっぱ横が残って帰ってくるので、次打ちづらかったり、パートナーの人が曲がってくるんで、レシーブがたとえ浮いても横系のサーブに出した後ってやっぱ曲がるんですよ。だからパートナー打ちづらいってなったりするので、ただ下系だとパートナーの人が、次、縦回転のものが多いです。つっつき系とか。打たれても上回転です。下と上が多いので、ナックルで帰ってくるかが多いので、パートナーの人が非常に次3球目を打ちやすかったりとか、ラリーでつなげやすかったりすることが多いですね。なので、そういう意味も込めて下回転サーブはぜひダブルスやってみてください。ありがとうございました。切ろうとしてここに当たっちゃうと、やっぱ、これがいい。今の、これ。ここに当たっちゃうと、やっぱ、これがいい。今の、これ。海外発送スタート。
世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。